はいどうも、市川の便利屋です。本日はシマトネリコという木の伐採と抜根を行っていきます。はい、花壇に置いといた植木鉢からこのように根っこが突き出てしまいまして、花壇にがっつりはまり込んでしまっているという状態ですね。これから引っ越しするときにこれを置いていくわけにはいかないということで伐採の作業を今回いただきました。ではその作業ダイジェストを見ていただきたいと思います。スタートです。まずは15倍速で見ていただきましょう。はい、いつも通り、枝の先の方から取っておりますね。はい、これは後で袋詰めしやすいからですね。はい、今回江戸川区なんですけども、江戸川区はそこまで、ゴミの収集は厳しくないので、枝も袋詰めしてもいいんですけども、片付けしやすいようにということで今細かく切りながらやっております。ちなみに今回は新しい企画としまして、この動画の後半のいずれかのタイミングで便利屋あるあるを発表したいなと思いますので、よければ最後の方まで見ていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、そうこうしているうちにだいぶ先の方の枝がなくなってきましたね。シマトネリコというのは結構人気の植物なんですけども、放置しておくとかなり伸びてしまうんですね。1年で3メートルまで伸びてしまうという木で、結構安易に植えてしまってなかなか処理に困るということをネットでもよく見ますね。はい、今回もそのパターンの一つかなと思います。非常にね、これ切るのがちょっと忍びなかったようなんですけども、引っ越す時にこれを撤去しないといけないということを不動産屋さんに言われたらしくて、泣く泣く切るということになりました。一応ね、この挿し木をしてまた新しくね、植木鉢に植え直してですね、新しいお家でもこれ植えたらどうですかというご提案したんですけども、持っていくのはちょっと大変だということで、伐採することになってしまいましたね。はい、あっという間に切れてしまいました。ちなみにこの幹をちょっと残しておくのはですね、後で抜根するときにテコの原理を利用して左右に揺さぶるためにわざと残してあります。いきなり根元まで切ってしまうとですね、後で左右に振るときにすごく力が必要になってしまいますので、はい、テクニックとしてちょっと置いとくということをやりました。はい、そして今回風が吹いてしまっては、切った葉っぱたちが飛んでいってしまうので、先にこれ片付けておりますね。はい、枝も束にして今別に、より分けました。はい、これで一旦伐採作業はこれで完了ですね。伐採ってのは割とすぐ終わるものですね。はい、30分ぐらいで終わる。片付けが一番大変なんですね。この葉っぱ、散った葉っぱを取るね、作業ですね。風が吹くと本当大変ですからね。さあ、続きましてこの植木鉢を今分解して抜根作業ですね。さあ、どれぐらいこの花壇に根っこが伸びているのかちょっと開けてみないとわからないので、ちょっと恐怖ではありましたけども、はい、まずはこの植木鉢ですね。プラスチック、硬いプラスチック、塩ビかな、塩ビでできたこの植木鉢を今切っていますね。なかなか場所が限られているのでノコギリが入らなかったんですけども、今回ノコギリは3種類持ってきてますね。200円の安いやつと、よく切れるやつ、そして塩ビ用のノコギリというものを3つ持ってきてますね。はい、なぜ安いのを持ってくるかというとですね、この抜根作業の時にノコギリをね、根っこを切る時に、ノコギリ使うんですけども、あまりいいのを使うとですね、砂利を切ることになりますので刃を傷めるんですね。なのでもう安いものを使って消耗品だと思って変えていくという作戦をとってます。この青いノコギリがそうですね、200円のノコギリなので、はい、これだとね、何も惜しむことなく砂利に向かってゴシ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 と、ノコギリを入れることができますのでね、はい、今、手前の方の砂利のより分け作業ですね。こういうふるいがけですね。これを分けておくと後でね、戻す時に楽ですのでね。やっぱり抜根する時に結構土が出ますので、その出た土を砂利の上に置いてしまうと混ざってしまうんですね。ですからもうあらかじめも砂利を外に出しておいて、で作業した方がいいなと思いまして、はい、やっと今砂利をより分けた部分が見えましたね。カメラアングル失敗しておりました。はい、そして、はい、今やってる作業は、はい、こんな感じで下に伸びた根っこを地道に切っていく作業がこれから始まりますね。はい、このね、根っこを今掘り出して、でぶち当たった根っこをまた切ってっていう作業を繰り返していって、地面に突き刺さっているメインの根っこを掘り出していって切っていく作業ですね。貝殻でいうと貝柱に当たる根っこですね。僕は勝手に貝柱根と呼んでいるわけですけども、
その貝柱根さえ切ってしまえば木は踏ん張りが効かなくなり地面から引き離すことができるようになるわけですね。はい、ただこれ今すごいですね。チキンラーメンのお湯注ぐ前みたいな袋から出したばっかりのような感じになってますね。そして下の方はもう何ですかね、もう触手というか本当に根っこですよね。歴史を感じますね。シマトネリコっていうのは本当に成長が早い植物でして、結構検索してみるとシマトネリコは絶対に植えるなとかいうね YouTube が出てきたりするぐらいやっぱ成長が早くて、もう剪定ができないぐらい伸びてしまってたりしてね、大変な植物みたいですね。で花とかも咲くんですけど、細かい花が咲いて散るんですね。だから掃除も結構大変だったはずなんですよ、こっちはね。そういうのもあって今回バッコンで良かったのかなとも思いますけど、いやーそれにしても本当に生命力を感じますねこれもう本当もうプリンなら完璧ですね。通常鉢植えの場合は3年に1度ぐらい出してですね、細かい根っこをこうほぐしてあげてちょっと切ってあげて切り戻してですね、で一回り大きな植木鉢に植え替えて新しい土入れてあげるといいんですけどね。そうするとまた大きく育ってしまうっていうこともあるんですけど、根っこが下にこうやって伸びることもなかっただろうなとは思いますけどね。さあ結構下の方の根っこが取れてきましたね。でここで最初に残した幹が役に立ってくるんですね。はい、ちょっとずつ押してですね反応確かめてますよね。こう動いたこう角度とかを見てですね、だいたいどこに根っこが残ってるかっていうのを探りながら今やってますね。はい、倒しては切って倒しては切ってを繰り返しておりますね。はい、逆サイドに倒してもいいんですけども、そうするとカメラから見えないのでそれはなかなかしないようにしてですね。抜けましたね。やりました。はい、これね幹を残してたから今みたいに持ち上げることができたわけですね。はい、じゃあ見てみましょう。どんな感じで抜けたのか。素晴らしいですね。本当に生命力を感じます。そこから1本大きな根っこが出てるわけじゃなくて、細かい根っこが四方に広がってたっていう感じですね。この根っこを見てるとですね、カンボジアにあるベンメリアっていう遺跡がありまして、それがラピュタのモデルとなった遺跡があるんですね。もともとは寺院だったんですけども、それが放置されて長い間年月をかけて木が生えてきてるね、石造りの建物にこんなべっとりね根っこが生え広がってるんですね。それを思い出しましたね。さあ作業はいよいよ終盤ですね。はい、伸びきった根っこを今切ってほぐしていってますね。はい、このまま捨ててはねゴミ収集できませんので、なるべく細かく切っていくんですけども、幹ぐらい太い根っこがこの植木鉢の中にありまして、それを切るのが結構大変でしたね。いろんなノコギリを使い分けつつで鎌で細かい根っこをほぐして根の間に挟まっている土や砂利を今落としている作業ですね。おっとここで何か見つけましたね。さなぎが出てきましたね。さなぎですね。結構お尻のあたりうにょうにょ動いてるの分かりますかね。何のさなぎかよく分からないんですけども、植木鉢で冬を越そうと思ってたんでしょうね。残念ながら見つかってしまってゴミ箱に入れられてしまいました。結局もう一匹さなぎを見つけたんですけども、そんなのが埋もれている植木鉢でしたね。さあ中盤の根っこを切ってこれを半分にどうにかして袋詰めしたいなというところなんですけども、なかなか土と砂利とでっかい根っこが混在しておりまして、結構時間のかかる作業だったんですけども、最後のノコギリは今入っておりますね。さあこれがうまくいけば半分になるところです。最後は力技ですね。はい、足で踏みながら、はい分離できました。2つに分かれましたね。2000円のノコギリを使った甲斐がありました。ちょっとねもう早く切りたかったのでちょっと歯が痛むかもしれないですけども、2000円のノコギリで切りましたね。それでもまだこれ重たいですから、こうやって叩いて土を落として、ほら砂利が出てくるでしょ。結構これ重たいですね。15キロぐらいあるんじゃないかな。はい、ボロ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 石が出てきますね。この砂利は植木鉢の底に敷いて水はけを良くするために敷いてるものですね。普通植木鉢から取り出したらそれがボロボロ落ちてくるんですけども、根っこが隅々まで張っていましたのでこれが落ちてこなかったんですね。なので、細かい根っことかぶっとい根っこをですね切ってからこれを落とすということですね。こうしないと、小石と土というのはゴミでは捨てれないんですね。燃えるゴミでも燃えないゴミでもないんですね。なのでこれはゴミ収集で出すことはできないんです。なのでしっかり落とさないといけないんですよね。はい、残しておいた幹にノコギリが入っておりますね。今切っているところの上の方にためらい傷がありますけど、それは最初のためらい傷ですね。切ろうと思ったけどやっぱやめとこうってなったやつですね。はい、現在4倍速で見ていただいております。
ちょっと遅めにね流しておりますけども、これ見てほしかったもんですから、今テクを使ってますね。左で支えてですね、右に重しとなる根っこを置いてですね、切っているうちにどんどん下がっていくように今してるんですね。こうしておくとどんどん切り口が広がっていってノコギリが入りやすくなるんですね。4倍速にすると右手が高速回転しているように見えますね。いい感じで切れたかと思います。このサイズになると袋に入れて捨てることもできるでしょう。一応真ん中の方にカバーがあったのでそれを剥がしまして、でそこは不思議と根っこが生えてなかったので今から土を落としますよ。釜でね土を落としましてきれいに取っておりますね。真ん中が開いてたってね、不思議な形してましたね。多分土を周りで囲んじゃったからかな、根っこがもうそれ以上中に入らなかったんでしょうね。土が圧縮されているっていうかね。だいぶ土が落ちて軽くなりました。でも3分の2ぐらいの軽さになったんじゃないですかね。さあこの後ですね、仕上げに土をふるいにかけまして、で根っこと砂利と、土を分けていく作業ですね。この間にもね結構根っこの破片が見つかりましたね。なかなか日暮れとの戦いですね。だんだん暗くなってきてどうするかってなったところですね。でこの土をですね戻すと砂利のところにまた、広がってしまうので、とりあえずプランターに入れときましょうかということでプランターに移しました。それでも土が余りましたので、これも捨てると言っていた植木鉢がありましたので、その植木鉢に土を今から移します。そしてこの土を僕は引き取ることにしました。ちょうど家の庭にですねちょっと土が足りなくなった場所があったので、そこに入れさせてもらおうかなと思いまして、ちょうど良かったと思います。土はゴミとして捨てれない、そして空き地とかに勝手に撒くと不法投棄になってしまいますのでね、この辺り難しかったと思うんですけども、たまたまうちの家で使えそうだったので、そしてふるいにかけてどんどんきれいな砂利をかけてですね、表面を覆っていくという作業ですね。これで仕上げですね。この作業は割と楽しいですね。やってて本当に気持ちよくなるので、あと細かい根っこが見つかりますので、それを除去して見た目をきれいにすることができますのでね、これだからちょっと遅めに4倍速でお送りしております。よかったら見ていってください。さあということで最初にお話ししていた便利屋あるあるを発表したいなと思います。今回発表する便利屋あるあるは、ハンドノコギリ行方不明になりがちです。ずっとね今日はノコギリの話してましたけども、結構ノコギリっていうのはですねあっちこっちでね忘れてしまうんですね。というのも使った後にすぐその辺りの石の上とか生垣の上とかに自然と置いてしまうんですね。そしてなんか刈り込みバサミとか剪定バサミを使ってたらあれどこに置いたっけってなるんですね。で今回はあんまり茂ったお庭じゃなかったのでなくなることはなかったんですけども、それでもやっぱりカバーの下とかにねいつの間にか逃げ込んでたりとかして分からなくなったりすることがよくあります。分かっているのに毎回それが起こるっていうね、これは便利屋あるあるだと思います。作業完了しましたので仕上げを見ていただきましょう。こんな感じで綺麗にどこに植木鉢があったかわからない状態になってますね。草もついでに抜きましたので、綺麗になりました。そして恒例のビフォーアフターの見比べですね。ビフォーは綺麗にこのように生えておりましたね。これも生き生きしてて、で先の方にはやっぱり細かい花が今咲いている状態ですね。これがどうなったかというとこうなりました。そもそも昼と夜の違いでだいぶコントラストありますけど、綺麗になくなったということですね。壁も傷がついてないですね。続いて寄った部分ですね。根元はこんな感じで、きっちり生えてましたね。そして植木鉢の割れ目も分かりますね。こうなっていたのが2時間後にはどうなったかというとこうなりました。ということで今回伐採と抜根させていただきまして、最後は石砂利の掃除をさせていただきました。合計いただいた作業料の方は23,100円でした。どうもありがとうございました。今回家からだいたい自転車で30分ぐらいですかね、8キロの距離だったので近いなと思いましたし、この程度のお仕事だと全然ありがたいなと思って楽しくやらせていただきました。もしねこれ雨降った後とかだったら結構やりにくかったと思うんですけども、雨降る前で結構乾いてた土だったのでやりやすかったかなと思います。
はい、ということで今度はまたご縁がありましたら、引っ越しの際に人手が足りないなと思ったら、気軽に声かけていただければなということをお伝えさせていただきまして、今回は終了とさせていただきました。今回もやってて思ったんですけども、伐採の作業とか抜根の作業結構好きですね。なんか自分の計画通りに進んだ時ちょっと快感がある、そんな感じがしますね。自分がこうだなと思って細かく切り分けた枝がうまい具合にゴミ袋に収納できた時とか、自分の思ってた方向に根っこが見つかった時とか、仕上がりが予想以上に綺麗に出来上がった時とか、お客さんのリアクションを見て喜んでもらえた時、非常に楽しいなと思いました。なのでまた伐採とかね、庭木でお困りの方いましたら、ぜひともご連絡いただければと思います。ご連絡先はこの動画の概要欄にあります。あと参考に各サービスの参考料金の方も載せてありますので、ご覧いただければと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。